ケト商品どんどん増えてきてますよね。バジルナッツ現象で大きいものほどフリーダムです。でヨーグルトにかなり近い、よく合います。おつまみはごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。今週は3回に分けます。その1回目です。チャンネル登録もお願いします。オーガニックケトクラッカー 454g 入り1228円です。新商品です。原産国はカナダ。賞味期限は来年の1月です。カナダのイノフーズによるオーガニックのクラッカーです。糖質を抑えているためケトジェニックダイエットに向いています。食物繊維を摂りたい方にもおすすめです。とのことです。ココナッツ、かぼちゃの種、ひまわりの種、アーモンド、甘煮、玄米、イヌリンやエリスリトール、ココナッツバター、酵母までもがすべてオーガニックというこだわりようです。私はオーガニックにこだわっているわけでもないですし、ケトジェニックダイエットをしているわけではございません。健康的なイメージなので気になるので、コストコでケト商品を見つけるためにご紹介させていただいてます。ケト商品どんどん増えてきてますよね。グラノーラの一般的な1食分は 50g、 クラッカーは 75g と言われています。1枚が 3g 程度なので 30g でも十分な量です。 50g だとこの量です。これで 245kcal です。カロリーは高めですが糖質は控えめで食物繊維は多めです。ケトの象徴的なナッツ&シード類を最低限の穀物で固めているクラッカーって感じですね。一般的なクラッカーは表面に塩がかかってますけれども、これは塩なしです。でも塩味は効いてます。もちろんノンシュガーです。美味しいってものではないんですけれども、素朴な味で私は好きです。噛むほどに素材の味を感じて美味しいです。カルビーフルグラのドライフルーツをなくして塩味をプラスした感じです。ケトスナックミックス 680g 入り1738円です。こちらも新商品です。原産国はアメリカ。賞味期限は来年の1月です。ネイチャーズガーデンは食事のニーズに関係なく全ての人が目的を持って軽食を摂る機会があるということを信念に最高の食材を使用し、健康的、機能的で美味しいスナックを作り出しています。不要な炭水化物をカットしたい人やケトのライフスタイルを送りたい人にもぴったりのやつです。とのことです。ジッパーバッグになっていて便利なんですけれども、ブラジルナッツ現象で大きいものほど上に集まるため偏ってしまいますから、広い容器に移し替えます。原材料はケトといえばまずはナッツですね。アーモンド、かぼちゃの種を筆頭にピーカンナッツ、マカダミアナッツ、そしてこの商品の特徴はこのチーズボール、乾燥チーズですね。アナトー色素は多分チーズに使われていると思いますので、チェダーチーズかなと思います。チーズの塩分が効いているのでちょっとね塩分が強く感じますけれども、お酒のおつまみにも美味しいですね。この組み合わせは健康なんだかよく分かんなくなっちゃいますけれども、1食分は 32g ということですが、この量です。めっちゃ少ないですよね。カーグランドシグネチャーのオーガニックベルザンティン、薄いって意味でしたっけ？ちょっと発音がおかしくてすみません。500g 入り1298円から300円オフです。4月10日までですね。原産国はベルギー。賞味期限は11月11日です。薄い波型のベルギーダークチョコレートにスライスアーモンドとトーストしたココナッツをトッピングし、塩を加えて味を整えています。ビターなカカオの香りと甘み、塩味のバランスをお楽しみください。とのことです。基本は周囲が波型のプレートですけれども、中は形も大きさもバラバラで割りチョコのようにフリーダムです。カカオ率高めのビターチョコの表面にはアーモンドとココナッツがたっぷりトッピングされています。一般的なアーモンドチョコとは違って最近流行ってるんですかね、ソルトチョコレートの大人チョコって感じなんですけれども、ソルトが主張しすぎず美味しいです。
割れてなければこの形で1枚が 20g、 カロリーは 113.4 キロカロリーです。まあね、ナッツチョコだから高カロリーですね。仕方ないですね。ミニパルメジャーノレッジャーノ1578円から300円オフです。メルマガ掲載品です。どんどん値上がりしているので久しぶりの購入です。パパのね、大好物ですけれどもしょっぱいので私はあまり食べないです。原産国はイタリア、賞味期限は7月20日です。20g の個包装20個入りです。わかめの熟成なのでこのままおつまみとして食べるスナックチーズですが、削ってパスタやサラダにかけると粉チーズ同様に使えます。千切り人参と発芽大豆と砕いたパルミジャーノレッジャーノ、そしてみちょのレモンを和えただけのサラダです。みちょセットパスポートウィークで1580円から350円オフです。2月の新商品のレモンと桃とマスカットのアソートです。原産国は韓国、賞味期限は桃が一番短くて来年の4月です。炭酸や牛乳で割ったりして飲んでますけれども、オリーブオイルと合わせればドレッシングやマリネ液にも使えるので便利です。レモンは甘さ控えめのレモネードって感じです。蜂蜜は入ってないですけどね。他のフレーバー同様に牛乳で割ることもできますが、フルーチェのような甘くとろっとした味わいになるいちごなどとは違ってヨーグルトにかなり近い爽やかな味です。新玉ねぎ 3kg980 円です。メルマガには698円となっていましたが980円の間違いだったそうです。生で食べても辛くない新玉ねぎはレシピも豊富にありますね。スライスしてからコンテナに入れて醤油、サラダ油、リンゴ酢を入れて冷蔵庫保存、ドレッシングや漬けだれなどに便利です。比率はざっくり1対2対1です。スライスしたトマト、千切りのきゅうり、オイルサーディンのサラダにかけました。カナダ産三元豚しゃぶしゃぶ用 100g あたり89円で1933円です。消費期限は4月10日、あさってまでですね。甘辛照り焼き味の新玉ねぎの豚肉巻きです。カメラ失敗して見づらくなっちゃってすみません。豚肉を広げてからジョニーズシーズニングソルトを振りかけて、こちら塩コショウでも OK です。8分割のくし切りにした新玉ねぎを巻いていきます。片栗粉を振ってからごま油をひいたフライパンで焼きます。焼けたらタレを絡めてとろみが出るまで水分を飛ばして出来上がりです。甘い新玉ねぎによく合います。即席でチャーシュー風の煮豚も作りました。200g ずつフードセーバーの袋に入れたら煮詰めたタレを入れます。袋の上から揉むようにして丸い棒のように肉を固めます。フードセーバーでシールします。40分ぐらい保温調理です。崩れやすいので気をつけつつスライスしてお皿に盛り付けてからタレもかけちゃいます。お好みで和からしをつけます。このまま冷凍もできます。今週のお酒はジャック・ダニエル・ブラックオールドナンバー7です。コストコでは 1750ml で4038円です。香りも味も少し甘めのテネシーウイスキーです。富士山麓式の水で水割りにしました。おつまみは青森県産富士りんごオーガニックケトクラッカーケトスナックミックス、カークランドシグネチャーオーガニックベルジャンシーンズ、トマトとサーディンと新玉ねぎのドレッシング、新玉ねぎのカナダ産三元豚巻きとチョンカキムチ、コストコ縛りです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。
概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。